When you watch a video on YouTube, you can translate it into your country language. Click on Setting button and click on Subtitles. And then click on All Translate Subtitles. You can select the language you want to watch and the subtitles will automatically translate it. Let's enjoy the video. 皆さん、こんにちは。ジャパン京都チームです。今回も前回に引き続き、日本の四季に合わせた腎臓に優しい和食を紹介していきます。今回は春、お寿司についてご紹介します。お寿司は日本料理の中でも有名なので、皆さんもよくご存知だと思います。お祝いの席だけでなく、日常でも楽しまれている料理の一つです。クッキング動画では、ちらし寿司の作り方を紹介します。食塩やカリウム、リンに配慮した作り方ですので、ぜひ挑戦してみてください。皆さんは、お寿司の食べ方によって塩分量が変わることをご存知でしょうか？今回は、お寿司と醤油の量、塩分の量について紹介します。それでは最後までどうぞご覧ください。こんにちは、管理栄養士の武田です。まず動画の見方を説明します。上の赤色が適塩の工夫、水色が調理ポイントです。下のピンク色部分が調理工程です。動画の最後に材料と栄養価を載せます。ちらし寿司のポイントです。一般的なちらし寿司のレシピでは、酢飯に含まれる食塩相当量は 1g 程度ですが、具材に味があるので、酢飯の食塩は減らしても美味しいです。しらす干しは一度茹でることで食塩、リンを減らしています。よりカリウムを減らしたい方は、絹さやは細かく切ってから茹でることで、より多くのカリウムを減らすことができます。錦糸卵は食塩を加えずに作りました。卵黄に多くのリンが含まれるので、リンが気になる方は卵黄を減らすことで、より多くのリンを減らすことができます。それでは動画をお楽しみください。
いてお寿司につける醤油の食塩量について説明します。この動画ではネタの種類や食べ方によって摂取する食塩量に違いがあるか調べました。各動画の後にまとめのスライドを入れていますので参考にしてください。また、減塩グッズも紹介していますので活用してみてください。それではご覧ください。お寿司についた醤油の量と食塩量です。8個分の醤油で食塩量は 0.55g になりました。シャリにつけるよりネタの端に醤油をつける方が食塩が少ないです。8個分では 1.1g 食塩の差が出ます。海苔につけた方がシャリにつけた場合より食塩が 0.2g 少ないです。スプレーの場合はワンプッシュで済みました。シャリにつけた場合と比べて食塩は 0.25g 少ないです。お寿司にはネタやシャリにも食塩が含まれています。お寿司8個を食べると 3g の食塩となります。スプレーだと食塩は 2.5g になります。皆さん見てくださってありがとうございました。お寿司を食べたくなりましたか？醤油のつけ方を参考にお寿司を楽しんでくださいね。最後の季節は夏です。天ぷらと夏の定番そうめんを紹介します。お楽しみに。